片桐。あ、ごめんなさい、この話したら僕泣きそうなんで営業後でお願いします。お客様の前で。はい、よっしゃー。33歳、涙の訳。ようこそどん底の世界へ。嵐が過ぎ去った店内、ローランドが大阪に立ち上げたばかりのお店で一体何が起きたのか。初の売上順位が発表されたばかり。商社たちには安堵のひとときだが、でもさ、自分がさ、女の子と一緒に住んでたわけやん。住んでないよ。知らん、紐してたって、まあ、知らんけど、紐してたってそれは解釈が違うかもしれんけど、それは俺の中で、まあ、マジで旧型の紐で、もう新型の紐っていうのは C 社とか行ってお金をもらうわけ。新型の紐という持論に嫌な予感。新型紐ハルトを簡単に振り返ると、失礼します。よろしく。経験者？はい、経験者です。経験者なんだ。最高どれぐらい？最高430ぐらいです。今何してんの？今ニートというか紐というかそういう感じです。はい。紐してんの？はい。8ヶ月ぐらい。そうですね、8ヶ月ぐらい。それ女の子何も言わないの？何も言わないです。言わないんだ。はい。なんかさ、どういうホストになりたいとかある？まあ日本で一番売り上げのあるホストですかね。そう言ってのけたハルトはオーディションに合格。紐ニート生活からおよそ1年ぶりに脱却。スタバとかもなんか爽やかな人生送ってくれるやつで負けたくないんで、お前らフラペチーノ飲んでろっていう感じでやってるんで、ガチで。序盤から一月400万円を売っていた元ホストの力を見せつけるのだが、第7位一ノ瀬ハルト君でした。おめでとうございます。結果は7位と振るわず。この日来ていたのはハルトのホスト復帰を祝福しに来た昔の太客。あろうことかハルトは悔しさからか禁断の言葉を口にしてしまう。7位なんかマジ意味ない、正直。7位なんかマジ意味ない、正直。7位にもお金がかかる。1年半ぶりぐらいかな、久しぶりみたいな連絡来て、たまたまタイミング良かったけど、ね、それで久しぶりでオッケーオッケー、お金使うわ、また行くわってならんし、そんなね、ポン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 、私もそんな超お金持ちとかじゃないから出てこないし、その中でもやっぱり性的にハルト君がいいってなって、まあ結局ね、こうやって応援できる限りはしたけど、私だって悔しいよ。俺より悔しいと思うよ、そりゃ。新紐特有の極めて軽い寄り添い感にとんでもない修羅場がカメラに記録されていた。正直言うけど、じゃあこのね、連絡取ってない期間あったけど、じゃあよくわからない女の紐になってた男に誰が金使うの？正直セックスした？してない。だって私としてないのに他のやつとしてって信じられないから。いや、100万のお小遣い、100万じゃ足りんわ、500万、1000万のお小遣いやったらいいよ。やっぱりその前のお店で一番お金を使ってた身としては、やっぱりこう簡単にセックスするホスト多いから、自分が普通にホストが多いからこそ、大好きな人を紐でもいいから買えるなら買うよ、もちろん買いたいよ、もちろん。でもそれに選ばれなかったことも分かりつつ、まあ、連絡も一切取ってなくて、まあ、ブロックされてて、その中でじゃあまた会って、なんかなんやろな、
が良すぎる。そうそうそう、うまく言えないけど、やっぱり私もいい気持ちではないし、まあそれはそう。それはね、ネタみたいなのある。大金の見返りは何なのか。真剣な問いに対し新紐春人は、そういうことも別にしてないし、ただまあそれはありえんと思うかもしれんけど、自分のその想定の中では。じゃあなんで私にさ、久しぶりに連絡したの？それは正直言ってホストするから。まあだからお金でもちろんその気持ちはある。私のことをこう思い出す機会ってあった？それはあり。お金を使ってたそのエースっていう存在ではあったと思うんだけど、一人のこう人間としてのそれはあるよ、もちろん。今度は存在意義を問われた新紐春人。激切れが収まらない女性客に対し、ひたすらプチ寄り添い感で対抗するが、果たして通用するのか。今月に関しては、まあ、確かにその都合が自分の中で良すぎたというか、都合よく、まあ、使ったみたいな表現にこうなっちゃうと思うんだけど、まあそうだよね。だってもう年ぶりやから久々に会ってやってくれることは当たり前じゃもちろんないし、それはもちろん分かってるけど、まあ自分なりに2週間、オープンしてから2週間一生懸命頑張ったけど、それでもやっぱりちょっとハルトくんが思い描く売り上げとは違って、それはすごく申し訳ないけど、なんと逆に女性客が謝罪。プチ寄り添い感恐るべし。来月はもう全員殺そう。マジ虚しいから、こんなクソみたいな酒飲んでちょっと酔っ払ってる自分がキモいわ。こんな安いシャンパンじゃ酔っ払えないでしょ。いやー、悔しい酒だね。来月は美味しい酒飲めるといいね。全員殺して。どうやら新型の紐に癒されるお客もいるようだ。一方でさらに事件が起きる。エイジさん、コンティが今サングラスつけてるじゃないですか、はい、あれって誰かの指示ですか？いや違いますね。勝手に、はい、ちょっとコンティ抜いてもらってもいいですか？誰かつけて、さくらちょっと代わりにヘルプついてもらっていいですか？ VIP ルームにはグラサンでオレンジをむさぼり食うコンティ。コンティ、お前さ、はい、まずお前なんで今サングラスつけてたの？どこですか？サングラスなんでつけたの？どこですか？お前なんで今サングラスつけてたの？どこですか？サングラスなんでつけたの？どこですか？即座に耳が遠いふりをして時間を稼ぎ、言い訳のスタンバイをするコードテク。もちろん通用しない。どこですか？お前サングラスつけてたろ？ V で、はい。なんで？ローランさん似てるね。ローランさん似てるから。ローランドさんに似てたらお前サングラスつけていい？ローランドさんに似てたらお前サングラスつけていい？もちろんそんなルールはない。実はホストクラブには厳格な服装規定がある。東京の新人ホストにご注目。あとまさか帽子かぶってる？200じゃん。200以上。200だね。あ、じゃあダメ、言って。沙織さんです。売り上げの低いものはスーツ着用がマスト。私服はおろか、帽子やサングラスはご法度なのだ。自分の武器やと思ってて。自分の武器とかじゃなくて、今の立場でつけていいなんてルールないな。服装規定だったりとかね、小物類、メガネだったらメガネは別にいいけどサングラスとか、お前接客中にねサングラスつけるなんてお前そんな失礼な話ないぞ。もしお前がめちゃめちゃね有名で価値があるんだったら別にいいよ、似てるからとか自分のね武器の一つだからっつってお前接客中にサングラスつけんなよな。失礼しました。どうも理解してなさそうな雰囲気のコンティ。見ている方が不安になる。お酒飲んで酔っ払ってね、仕事酔うのが仕事じゃないから、自分でね常にね、お水飲んだりとかさ、裏行って、ね、水飲んだりとか自分を制御してやんない。それはプロのホストだからね。わかる？わかります。そうです。
努力してるの分かるし頑張ってるのもめちゃめちゃ分かるよ、すごい、コンティが頑張ってるの俺知ってるから、だけどね、それを頑張ってるの分かってるんだけど、できなかったらその頑張りすら全部無駄になるわけな、分かる？あとは酔っ払ってお前仕事にならないようになるな、せっかくいいもん持ってんだから。ありがとうございます。サングラスダメだからね。分かった？それがネタになるとかじゃなくて、純粋につけたかったら売り上げ上げろ。仕事もありがとうございます。いろいろあった一日にコンティは揺れていた。酒で酔っ払ったりとかなくて、トップ店員のごめんなさい、この話したら僕泣きそうなんで営業後でお願いします。お客様の前で、ちょっと順位の話でいろいろあって、涙だけは見せられない。これでもプロなのだ。いただいてらっしゃいましょうか。今日ちょっと待って、岡山の猿ギリ記事、猿と犬と記事がおる。鬼退治、6歳年下ナンバーワンの席で気丈に振る舞う33歳。心中はボロボロだった。その様子に真っ先に気づいたのは意外にも。よっしゃ、洗い物しようか。なんでなんですか？お前目大丈夫か？やばいやん、結膜炎ちゃうか。さっきちょっと涙出てしまって。涙出たのはわかるけど、おしぼりくんとささやかれ人知れず涙したこともある大先輩もその理由がわからない。コンティは憔悴しきったまま終礼へ。おです。まずね、1ヶ月お疲れ様でした。店売りとしては4300万。これをみんながね、4300万いったんだ半月でって思うのか、4300万しかいかなかったかって、その2つで来月の結果って全然違うと思うから。コンティは必死に涙をこらえていた。これ今月2300万で引いたらね、店売り2000万ってことは俺一人にお前ら全員負けてるから。思いが溢れた。大阪の店長も危険な状況を察知した。別に潰れてるわけじゃないんですよ。精神的にやられてるだけで。もう今日僕キッチンで営業中泣いてしまったんですけど。なんとなく見たわ。忙しかったからあれだけど。お客さん帰られたと、まだ営業シャンパンコール3のシャンパンコールもしてない状況で、おじさんから「お前あと1万数千円でトップ10入りできたらいいな」って言われて。話を整理すると、コンティは元上司をお客さんとして呼び25万円相当のシャンパンを下ろした。飲食店を辞め33歳で飛び込んだ夜の世界。有名になりたい、お金を稼ぎたい、そんな思いでいっぱいだった。そんな中迎えた初めての締め日。新人のコンティにもチャンスがあった。順位発表を心待ちにしていたさなか、内勤スタッフにナンバー10入りまであと1万円足りないと言われたという。名前呼ばれる人間になれたんやでっていうのを言われて、悔しいな、じゃあ来月頑張ろうで火つくのが普通じゃないですか、キャストとしては。営業中言われたら悔しさしかないですよ。本来発表前にホストに順位を伝えるのはご法度。コンティの涙の正体は舐められた悔しさだった。さらに言い返そうとしたけど、
お酒入ってるキャストに対して「あ、酒入ってるから明日来よう」とか、雑な感じで言われて「いやいや僕はね」言うて「僕が言いたいのは今言わなくていいでしょ大泉さん」っていう単語を一言言いたかったのに一言も聞いてくれなかった大泉さんがおって、営業終わってから言ってくださいよと、営業中に言われてこれからヘルプついて何が楽しいんやろうと思って。ああやってナイキさんはお酒入ってないから、僕らのこと雑に扱うんだろうなって思ってますね。はい、僕も感情的になってしまったんですけどね、何も今言うなよぐらいの勢いで、はい、お酒が入ってる時に話をしてもマジで解決しないし、それじゃあ話にならないですよ。はい、で今日はねめっちゃ悔しかったですね。もうマジで僕10位で入る予定でおったんで、そういう世界だから、僕らはね。負けないです。来月取ってください。来月もっとやるんで、ちょっと一回負けないです。来月取ってください。来月もっとやるんで。負けるなコンティ。